ヤッホーみんな息してる全然息できてなかった時丸です。ということでインフルエンザから始まった2025年。あっという間にね、あっという間にもう正月が終わろうとしてますよ。私の正月返してくれ。本当に。ノーモア映画泥棒、ノーモアインフルエンザだよ。いつまでも寝てるわけにはいかないんで、ちょっと話していきたいと思います。皆さんもういろんな応援のメッセージありがとうございます。本当に励まされています。今日は AI 時代を生き抜くために必要な5つのスキルっていうテーマで話していきたいと思います。そしてさらに AI 時代においてミニマリズム、エクストリームミニマリストはどう役に立つのかっていうところまでちょっと考えていけたらいいなと思ってます。ラジオ感覚でね、ぜひ、Netflix のドラマなんかを見ながらお聞きください。で、もう確か5年ぐらい前になると思うんですけど、ピーター・ディアマンディスっていうね、人が出した2030年、すべてが加速する世界に備えよっていう本を皆さん覚えてますか？読んでる方も多分多いと思いますね。結構ベストセラーだったんで、僕も当時読んで、結構いろいろワクワクさせられたんですけど、で、そこには結局どういうことが書かれていたかというと、これからそのエクスポネンシャルな進化が訪れると。つまり加速度的にいろんな技術、AI とかロボティクスとか、IoT とか、ブロックチェーン、5G、それから量子コンピューティングみたいな技術が一気に融合して、で、加速度的な進化が始まるっていうことを2030年ぐらいに起こるってことを予言してるような本です。予言というか、今の現実世界と合わせて、どういうふうにいろんな分野が進化していくかみたいなことを書いてるんですけど、で、そこではやっぱりそのヘルスケアとか、あと移動とか輸送の問題とか、もうなんか様々なその産業とかですね、いろんなものについて、述べられている。あとはその地球の環境問題だったりとか、貧困とか、不平等とか、そういうことに関しても述べられているんですけど、結局最終的な結論というのは、じゃあどういう風にして生きていったらいいかっていう話っていうのは、そんなに書かれてなかったんですよ。そういう風に不確実性が高い世の中だからこそ、やっぱり柔軟性を持って動けみたいな。なんかそんな感じのまとめ方だったと思うんですよね。で、僕自身がやっぱりそういうふうに物が少ない生活をしているっていうのは、やっぱりそういうふうな不確実性が高い世界になっているからっていうのは一つあります。それはもう、ミニマリズムを始めた当時は、やっぱりその物を捨てたいとか減らしたいとか、ストレスを、解消したいとか、なんかそういう動機から始まってはいるんですけど、やっぱり最近はもうすでに物がなくなってしまったので、悲しいことにね、何もなくなってしまったので、そうなってくると、じゃあ、何のために物を減らしているんだろうとか、何のためにシンプルな生活を維持しているんだろうみたいなことを考えるんですけど、それはやっぱり柔軟性の高さ、環境に適応するためっていうところが多分大きいんですよね。そんな中で、今年から、特にですね、2025年、完全にその AI の世界に入ってくるっていうふうに言われています。で、もうそれは昨年からそういう予兆はものすごくありましたよね。で、その GPT とか触ってる方とか特にわかると思うんですけど、もう過去1年でものすごく進化しましたね。で、この YouTube 自体も、自動翻訳がついたりとか、自動吹き替えがついたりとか、だから今までその、英語圏、日本語だけで発信をしていても、海外には伝わらないっていうね、その言語の壁みたいなものがあったんですけど、それがだんだん取っ払われてきていると。そういう風になってきてますよね。そういう意味で、ますます、今年は多分 YouTube の年になるっていうのは間違いないだろうし、自分自身もちょっと昨年振り返るとね、ものすごく成長しましたね。このチャンネルはね、その登録者のことをあんまり話してないんですけど、去年の年始ぐらいで1000人ぐらいしか多分いなかったんですよ。それがもう8000人ぐらいに今なってるんで、だいたい8倍。パーセントで言うと700% の成長しているってことです。これって普通の企業とかでなかなかありえないですよね。ズームっていう企業あるじゃないですか。あれは、そのコロナ禍でそういうふうにズームミーティングが必要になって爆発的に伸びた企業ではあるんですけど、あれでも年間 300% とかの成長率なんですよ。それでもものすごいっていう、もうスタートアップでやっぱり 300% の成長ってすごいってことになるんですけど、それがですね、YouTube が 700% 成長してると。これをちょっとおかしいですよね。で、やってるやつもおかしいし、それは時丸田中っていう何も持ってない男がね、だらだらこの何もない部屋で喋ってるだけなんですよ。それが 700% 成長してるっていうのは、何かこれ裏があるぞと。で、裏で動いてるのは結局 AI だったり、アルゴリズムだったりするわけです。で、私自身も実は AI ですっていうのは、まだこの段階では言えないんですけども、
最近ですね、その YouTube の裏側に自分の動画を学習させるかさせないかっていうのを選べるような、そういう仕組みが導入されました。で、これ、つまり私がその投稿するときに、この動画を学習させますかみたいなことが選べるんですよ。つまり、そろそろ AI が私のこの声とか顔とか、部屋とか、そういうものをすべてスキャニングして、学習できるようなフェーズにもう入ってるってことです、とっくに。だから、AI 時丸田中が誕生する時期もね、もう近いですね。随分で。そんな感じでワクワクしながら、そしてちょっと恐れながら、未来のことを考えてるわけですけども、本題に入っていきます。じゃあそんな中でどういう風なスキルがこれから必要になっていくのか、そしてミニマリズムがそれにどういう風に役に立つのかっていうのを話していきたいと思います。まず必要なスキル一つ目。これはデジタルスキルです。デジタルスキル。で、これは映像を撮影したり、写真を撮影したりとか、編集とか、そういう風な基礎的なっていうかもう古典的なって言ってもいいかもしれない、それは。だからそこをもう一つ超えたところに入ってくる。今後は。で、それが AI の活用の技術だったりとか、ミッドジャーニーとか、ダリとかを使うような画像生成の技術ですね。いわゆるそのプロンプトを与えるような技術っていうか、そういうものが必要になってくると。そして最低限のプログラミングスキル、HTML とか CSS とか Java とか Python とか。で、自分自身は、実はずっとそのウェブサイトのデザインとか構築とか趣味でやってて、で、自分のウェブサイトとかも全部自前で構築してるんですけど、だから HTML と CSS はある程度読めます。去年ですね、去年新たに Python を学習し始めました。で、ちょっと自分の仕事を楽にしたいなと思って、簡単なプログラム書いたりして、その財務処理を楽にしたりとか、そういうふうなことを試したりしています。で、デジタルスキルに含まれるのがデータサイエンスのスキルですね。これもデジタル系に含まれますね。つまり、分析力っていう感じです。アナリティクスと読んで、それに対してどういうふうな戦略を立てていくのかとか、そういうふうなデータを扱いながら、それを実質的な価値に転換するようなスキル。そういうものが役に立つようなものになってきます。二つ目です。二つ目は分散型収益基盤の構築っていうふうに言われてますね。これは簡単に言うと収益を分散化するってことです。一つの会社とか一つの企業から収益を得ているような人たちは結構危険だということです。はい。それはその企業の寿命っていうのもどんどん短くなっているし、で、だいたい今、孫さんとかのスピーチでよく言われてるのも、10年以内に今の仕事の 80% はなくなるとか。そういうふうに言われてますよね。で、そんなことないだろうっていうふうに思いながらも、だんだんね、やっぱりそういうじわじわとそういう波が、来てるなっていうのは実感します。だから職業だったりとか、その自分が収益化しているチャンネルっていうものを一つではなくて複数に増やしていくってこと。僕の例で言えば、クリエイティブ事業をやっていたりとか、あとはこのYouTube を中心としたオンライン事業をやってたりとか、あとは B2C 向けの事業をやってたりとか、いくつか柱があるんですけど、そういうふうに事業を分散してですね、収益源を確保する。そうすることによって何かがダメになった時でも生き残ることができるっていうことです。三つ目です。三つ目は創造的思考力とコミュニケーション能力。これちょっと二つ入ってるようなことにはなるんですけど、まず想像力っていうか何かを作り出す力ですね。01の力ですね。その道具を使いこなす力と言い換えてもいいでしょう。コミュニケーションのツールを使いこなす想像力って感じ。そういう感じです。で、やっぱりそのリモートで仕事をできる。どこでも仕事ができるような力。で、それを使うためにやっぱりそのスラックだったりとか、ノーションだったりとか、ディスコードだったりとか、あるいは Google ワークスペースだったりとか、いろんなそのツールがありますけど、そういうデジタルツールを扱えるかっていうことですね。それからオンラインプレゼンのスキルですね。これも今まではやっぱりその対面で人に向かって現地に赴いて何かを説明するっていうことが多かったと思うんですけど、今そのミーティングプラスそのもう一段階踏み込んだプレゼンまでもオンラインで完結するみたいな仕事って結構増えています。で、自分自身もそのインタビューを受けたりとか、インタビューさせてもらったりとか、過去にこのチャンネルでも何回かやってますけど、そういうふうに割とそのズームだけで完結するインタビューとか、っていうのがどんどん増えているような印象があります。あるいはプレゼンができれば同時にワークショップなんかもオンラインでできるようになります。で、それができるようになると場所にとらわれないっていう働き方ができると。一つの場所にとらわれずにですね、いろんな場所にいながらにして
仕事をすることができるので、それは今後必要な力になってくるんじゃないかなと思っています。そしてもう一つ踏み込んだ話をすると、場所にとらわれなくて良くなるということは、国とかそういうものを超えるってことですね。つまり言語とか、その関わる人種とかも関係がなくなるので、例えば英語の力、英語のスキルとか、あるいは国際的な人脈のネットワークとか、そういうものがある人ない人では結構大きな差が出てくると思います。これまでは例えば会社に行ってその会社の中だけの人と仕事していればよかったものがオンラインで仕事ができるようになっているので世界中どこでもつながることができる。実際僕のですね、このチャンネルにもものすごく海外からの問い合わせ来ます。はい。これ自分でも驚いたことなんですけど、去年。海外のですね、割と有名なアウトドアのフードを作ってるクライアントさん、企業さんから、そういう山系のインタビューを、日本のその山岳事情について聞きたいとかね、そういう依頼が来たりとか、あとは中国、韓国からの、そういうメーカーですね、カメラとか電子機器を扱っているメーカーさんからお話が来たりとか、で、ものすごく連絡が来ますね。で、基本的にはやっぱり英語を使ってコミュニケーションするので、英語で話をするっていうスキルが必要になってくるかなと思います。それがあるだけでものすごく仕事の幅も広がるし、自分が活動するフィールドっていうのもそれで増えてくるのかなと思います。はい、4つ目は自己ブランディング力です。はい。で、自己ブランディング力というのは、これはもう自分自身の強みを明確化して、自分のストーリーを軸にして何か物語を紡ぐことができる。つまりストーリーテリングの力ですね。AI にできないことはほとんどないっていうふうに、現段階でももう言われてはいるんですけど、進化によってはね。でもやっぱり生きている生身の人間が、それぞれの物語を紡いで何かを語り聞かせるっていうのは、かなり大きな力を持っています。それは、聞く方も人間だからですね、結局ね。そのような人間によって作られた物語っていうものを欲するっていうか、そこはなかなか消えないんじゃないかなと思っています。AI によって技術革新の速度がものすごく上がるので、その学習力とかっていうのもものすごく上がるようになってくるので、その綺麗に情報を整理してまとめてポンって出すみたいなものは全然 AI の方が得意っていう風になってくるんですけど、やっぱりどうしようもない物語とかね、そういうものを紡ぐっていうか、紡いでいくっていうか、そういう使命っていうのかな。なんかそういうものがね、ますます強くなってくるんじゃないかなと思ってますね。はい、AI 時代に必要なスキル5つ目。5つ目は、サバイバル力だと思ってます。気候変動や災害に対応できる力ですね。で、これは AI にはないものだし、AI には必要がないものかもしれない。やっぱり人間は身体があるからこそ、危機にさらされる。それにいかに対応していくか。つまり、生き延びる力、サバイバルする力ですね。じゃあ具体的にどういう力があるかというと、まず移住できること、身軽であること、食料保存や調達の方法を知っていること、ソーラー充電や発電機の使い方を心得ていること。そういうことが必要になってくると思います。だから食料とかエネルギーを自給できる人はものすごく強いですよね。これもね、なんかちょっとちょっと前に話したかとは思うんですけど、長野のね、山奥の中に、この間旅した時にそういう人と僕は出会ってしまって、で、自分でその食料をすべて自給していて、で、エネルギーなんかもやっぱり、ソーラーパネルかな。ソーラーパネルで自分が使う分の電力は賄うとね。100% ではなくてもある程度それで賄えるだけでも生き延びれる力っていうのはものすごく変わってきますよね。そういうわけで、やっぱりそのサバイバル力っていうのは、AI 時代になっても、なったからこそ余計にね、求められるものではないかなと思っています。で、まとめると5つ、デジタルスキル、分散型収益基盤の構築、コミュニケーション力、自己ブランディング、サバイバル力。この5つですね。じゃあ、エクストリームミニマリストはどういうふうにそういう時代に役に立つのか。で、エクストリームミニマリストじゃなくてもいいんだけど、普通にミニマリスト。少ないもので暮らすっていうことはどういうふうに、そういう AI 時代に役立つかってこと。で、1つ目は、やっぱりコストの低さですよね。持ち物が少ないから、生活コストが抑えられます。家賃とか保険とか電気代とか、もうそもそもそういうものが低いので、低コストに生活できると。そうなることによって、経済的不安が減って、で、収入が減っても耐えられるようになります。それがメリットの1つ目。で、もう1つは柔軟性ですね。はい。で、最小限のやっぱり持ち物しか持っていないんで、住む場所とか、そういうものを簡単に変えることができる。
うん。だから僕もね、時丸さんって、すいません、明日出てってくださいって言われたら、はあ、わかりましたって言って荷物まとめて出てきます。もう明日じゃなくて今日出てってもいいかもしれない、僕はね。うん。ただちょっと洗濯機とかあるんで、その洗濯機だけどうするかみたいな感じになるけども。基本的に、うん、そのまま出れます。はい。移住できます。だから環境の変化、例えば気候変動とか社会不安みたいなものに対しても迅速に対応できると。うん。気候変動ものすごくしてると思いませんか、最近。うん。その台風の感覚とか、冬の寒さとか暑さとか、変化とかね、例えば気温の変化とか、そういうものがものすごく5年前とは全く変わってるし、10年前と比べてももっと変わってると。うん。だからすごく気候っていうものはものすごく変動しているなと感じますね。だから今後よく言われているのは、今後10年、20年後は、今、ある程度涼しい地域がものすごく暮らしやすくなるんじゃないかって。うん。涼しいというか、ちょっと寒いぐらいの地域の方が暮らしやすくなると。で、本当にもう赤道直下とか、逆に今熱帯系の地域は、かなり、厳しくなると。そういうふうに言われたりしてますね。で、ミニマリストのメリット3つ目なんですけど、心理的な強さ。これがあると思います。で、やっぱり物に依存しない生き方っていうのは、心理的なストレスを軽減するんですよね。やっぱりそういうふうな災害とか、経済危機みたいな状況になったとしても、そもそも物を持っていないので、それに対する不安とか、持ってるものがダメージを受けた時の精神的被害みたいなものがほとんどないです。うん、最初から持ってないんで。で、あとはやっぱり自分にとって必要なものっていうものを見極める力が強い人が多いと思います。はい。もう自分にとってもうこれだけ必要だっていうことが分かっている人が多いので、そういう人は本当に強いですね。うん。もう私はこれだけあれば大丈夫みたいなものが、もう分かってる。それはもう物だけじゃなくて、その精神的なものだったりとか、あるいはその最低限の収入っていう意味でも言えると思いますね。はい。あとは、環境に対する負荷とか環境意識に対してもいい影響を与えると思います。それが4つ目。うん。買わないチャレンジをね、私昨日から始めたんですけど、皆さんにも宣言しましたよね。で、それに結構乗ってくださる方もいて嬉しいです。で、つまりこれが買わないっていうことが環境の負荷を減らすことになると。で、環境の負荷を減らすと、それだけ環境が持続するようになるので、持続可能な、社会の一員になれるっていうことですね。そういうふうな感じです。はい。で、5つ目は、これも身軽さと関わってくる部分だと思うんですけど、ポータブルライフに強くなるってことです。必要なものをすべて持ち歩くようなスタイルであれば、もうそのまま移住だったり旅行だったりができるので、常に動き続けている、いわゆるノマド的なライフスタイルにどんどん近づくことになります。そういうポータブルライフが柔軟性を上げて適応能力を上げることにつながるんじゃないかなと思っています。じゃあミニマリズムをやることでデメリットはないんですかとね。うん。結構多くの方が疑問に思うと思うんですけど、これは実際あると思います。例えば人間関係が希薄化しがちだったりとか、あとはその社会から孤立、浮いてしまったりとかね。うん、価値観がやっぱり主流と異なると、ね、社会から孤立すると。うん、でも対策はあって、やっぱりその自分の価値観をちゃんと共有できるような人たちとネットワークをつないでいくとか、ローカル、やっぱりそのローカルのコミュニティを大事にしたりとか、あるいはちょっとローカルとも違うオンラインのコミュニティを大事にしたりとかね。そういうふうな感じで、その希薄になるからこそ、そこをカバーするような方法、意識っていうのを持っていく必要はあるかなと思ってます。よくね、物資不足とか、へのリスクを懸念する方いますけど、これはもう簡単で、ただ、備えておけばいいだけの話ですね。だから僕自身はいつも紹介しているようにサバイバルキットとか、うん、そういうふうな、非常食品とか、応急処置みたいな、エマージェンシーキットみたいなものは常に持っているので、それをゼロにすることはほとんどありません。なので、それは確保しておく必要があると思いますね。あとはその物が少ないから、季節や環境へなかなか適用できないんじゃないかって話もあるんですけど、これもですね、適用をすればいいだけの話なんですよね。その環境に合わせて、その寒い地域に住んでいる人であれば、それ用の服とか道具をやはり準備すると。その上で、じゃあミニマリズムを適用して、じゃあどういうふうに生活していくかってことになるので、まずはその心身の安全というか、それが第一前提ですよね。それが崩れてしまっては、やっぱり体が大事なんで、それが崩れてしまっては、ミニマリズムをやってもね、いくらミニマリズムをやっても効果が出ないというか、意味がないんで、基本的に環境に適応した上で、そこでミニマリズムを使っていくっていう感じですかね。イメージ的には。
はい、というわけで今日は AI 時代を生き抜くために必要な5つのスキルというテーマで話をしてきました。で、ミニマリズムもやっぱり、そういう風な AI 時代を生き抜くためには、なかなか必要な技術、ものすごく助けになる技術なんじゃないかなと私は思ってます。で、そのような、今話したようなスキルがないからって言って不安になるんじゃなくて、できることからですね、やっていけばいいかなと思っています。AI 時代にね、やっぱ必要な技術をいくら身につけてもね、インフルエンザにかかってしまったらね、何も意味ないんですよ。もう、何もない部屋でただ縮こまって震えてるだけになるんで。これがね、人間だなと思いましたね。私はまだ人間だって、思った瞬間です。はい、今日はそのくらいで。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。